オラこんにちはキリンです。あまやです。今日は日本とスペインの高校の違いについて紹介したいと思います。はい、はい、じゃあまずはスペインと日本の学校の制度についてちょっと話していきます。じゃあどっちか行く？じゃんけんで勝った方がいい？最初はグレ。ちょっと待って、私変な顔してたからけどまあいいや。分かった、OK は。今日は日本とスペインの学校の制度、間違えた。もう一回早く。日本はまず小学校、中学校、高校、大学ってあるんですけど、小学校1年生から6年生まで7歳から12歳まであって、でそこから中学校が3年、高校が3年で、そこから大学が4年。はい、それは小学校はスペインでも一緒で6年間あって、中学校は4年間で、高校が2年だから33の代わりに42で、高校は16から18歳ぐらい。で、その後は大学行く人が多いかな。であとは専門学校とか行く人も結構いる。なんか2年って短くない？高校すぐ終わっちゃう。もう一瞬。小学校からずっと一緒、小学校から高校まで同じ学校にいる人もいるし、あとはもう全く変える人もいる。私は小学校、中学校同じ学校で、だいたい人もずっと同じ人といて、高校のために学校を変えた。なんかスペインではプライベートと公立と、あともう一つ中途半端っていうのがあって、何それ普段カトリックの学校とかは国かその地域の町のお金かわかんないけど、半分半分って感じで、私立よりは全然安いけどタダではないっていう学校なので、それが結構あるのね。で大抵カトリックとかのはコンフェッタードって言うんだけど、で私はそういうのに行ってた。その学校は高校しかないからみんな新しく入って、なんか前行った学校はもう3歳から18歳まであるのね。でもそれが1学年50人ぐらいしかいなくて、そうなんや。私は4歳の時に入ったから、4歳から15、16歳までやばだいたい同じ40、50人ぐらいと一緒にいて、もういい新しい高校に行って、それ結構違った。なんか新しい高校は30人のクラスが6つくらいやったから突然でかいな。大きくて。そう。じゃあ次は毎日のスケジュールについて話していきます。でも私の学校結構ルールが違うのね、多分他の普通の学校と。そうだからもしかしたら違うところもあるかもしれないけど、だいたい朝は8時半くらいに始まって、だいたい3時ぐらいに終わるのが多分日本の高校の普通のスケジュールで、うちの学校は毎朝礼拝があったのね。でうちの学校は礼拝やったけど、多分他の学校でも朝礼、朝の先生のお話を聞いたり、そういうことする時間があって、でだいたい9時ぐらいから授業スタートして、1授業1時間くらい、授業を10分休み、授業を10分休み、授業をで3時間目が終わったらお昼休みがだいたい1時間くらいで、また授業あってだいたい1時間目から6時間目まであって、で6時間目の後はみんな教室に座って帰りの会みたいなのをするのね。で帰りの会は先生が前に立って必要なプリントをみんなに配って、で他何もなかったら起立、気をつけ、さようならってして、でもそこで終わらへんねん。そしたら全員机を下げるねん。で掃除係が自分たちでほうき持ってきて履いてゴミ集めて帰る。すごい。掃除とか考えられない。私たちやったことないから。じゃあ終わるのは3時ぐらい？そう、3時ぐらいで、その後だいたいみんなクラブが6時ぐらいまであった。じゃあスペインでのスケジュールは、私は結構普通の学校だから多分どの学校でもこんな感じだったんだけど、授業始まるのは8時で、3時間11時まで授業で、スペインではなぜか授業と授業の間に休み時間がないの。10分の休み時間だから、もう終わった途端に先生が入ってきたらもう次の授業が始まるって感じ。でもそれでも先生たちも学校の中で移動しなきゃいけないから、その
教室から教室まで、うんうん、だから着くのが5分遅れたりする時もあるから、その間はまあちょっと自由って感じで、その3時間やって休み時間が30分、11時から11時半までグラウンドに出て、まあ、友達と集まってトイレ行ったり、普段トイレとかも行けないから、授業中、そうトイレ行ったり友達と話したり、食堂みたいなのがあって、そこで、まあ、サンドイッチ買ったりクロワッサンとか、でもまだランチじゃなくて、そういうお菓子的なで30分経ったらもう一回3時間11時半から2時半まで授業あるの、続けて。きつ、そう間には休み時間なくて、3時間授業やったらもう2時半に終わりで、家帰って昼ご飯食べるへえ。だから昼ご飯も3時ぐらいに食べてた。私はまだ学校が近かったから3時ぐらいに食べれてたけど、キリンが言ってたみたいに朝の礼拝、朝の朝礼とか帰る前のに集まるやつとかも全然なかった。もうベルが鳴ったらもうみんな立って一瞬に消える。朝はまずこのルールは学校によって違うと思うけども、8時に始まって遅かったら教室入れない。結構日本の学校クラスがもう一塊みたいな、だからその中で仲良くなりましょうみたいな、先生が一人ついて仲良くなりましょうみたいな感じやから、すごいその先生とクラスの人のインタラクトが結構多い。担任の先生とかいるん？いるけど一応いるって感じ。その先生とすごく仲良くなるって感じではない。やっぱりそういうこの先生になってほしいみたいなってあるの？そうそうそう、買ったスペインでランチ学校では食べないね。なんかサンドイッチとちょっとしたパスタサラダと、なんか日本はなんか食堂ともっとちっちゃいなんかスナックとかだけ売るスペースみたいなのをなんか購買っていうねんけど、でそこで売ってるのはなんかフライドポテトとかパンとか、なんかそれも早い者勝ちなのとかで、そういうの聞いたことある。日によってそう違うの。だから3時間目が終わったら空いてるのね。だから友達と3時間目終わった瞬間ダッシュしていって、昼ご飯の時間は教室で食べれるの？教室で食べてもいいし、その学校中どこで食べてもいい。その食堂にテーブルとかがあって、そこで食べる人もいるし、他の人の教室行ったり使ってない教室とかで食べる人もいて。そうなんだ。スペインでは休み時間の間はみんな外に出る、グラウンドに出るんだけど、なんで？で教室にいたらダメなの。おかし必くない？ず出なきゃいけないの。なんでだろうね。でも教室も閉めて鍵で、多分なんか物を取られないためかだと思う。そうで、日本ほど安全じゃないからかな。まあ何かを忘れて休み時間の間にちょっと教室に一つ取りに行きたい時は先生に鍵を頼まなきゃいけなく、違う教室に行くこともあんまりない。そうなんや。食堂にはうどん、ラーメン、そば、カレーが絶対あって、あと丼もあんねん。学食食べる人と、あとお弁当の人がほとんどやった。美味しかった？学校の美味しいやつもある。じゃあ次はその高校の中での1年間のイベントについて。うわ、覚えてるかな。はい。で5月になんか新入生のリトリート、新入生だけで泊まりに行く会みたいなのがあって、で6月が、日本文化の日って言って、6月のある日はみんな浴衣着てくるの。すごい、めっちゃ楽しそう。学校の中で日本のお祭りみたいなイベントをやってたりして、1年間の中で一番ビッグなイベントは9月にある体育祭、文化祭。やっぱりそっか。なんかその体育祭、文化祭あたりの1週間はもう授業がないの。頑張んねんけど、体育祭は1年生も2年生3年生一緒にチームやねんな。オッケーオッケー。でそれぞれのチームカラーがあるわけ。 A オレンジみたいな、 B 黄色、みんながその色の服着て鉢巻きして、でなんかどんどんいろんなスポーツで戦うんやけど、なんかリレーとか、あとはめっちゃ盛り上がるのが狩り人競争っていうやつがあんねんな。でなんか狩り人競争っていうのはこう走るねん。したら放送で今日朝にパンを食べた異性って言われんねん。したらこうやって走ってる人は見てる観客の中から今日パン食べた人を探し出して、その人と手つないで一緒に走らなあかんねん。すごい。でもそれは絶対異性やねん。めっちゃ楽しそう。そうだから
もうなんかみんな時々いろんな意味で時々で、文化祭は結構学校によって違うんやけど、なんか出し物したり屋台とかを出したりする。なんか大体3年生が劇すんねんな。で1年生2年生は教室を改造していろんなイベントするのね。で一番良かったのがお化け屋敷。あるよね、うん、で結構ガチなの、もう窓を全部段ボール貼って黒い紙貼ってみたいな、そう文化祭準備してやってました。で10月31日ハロウィンの日もまたイベントがあって、その日はみんなこうコスチューム着てコスプレしてくるのね。2月にバレンタインがあって、みんなチョコレート作ってきたりする。イベント多すぎやんな、遊びすぎやんな。多すぎ、どういうこと？でも楽しそうだね、羨ましい。そうで先生もそれにすっごい関わるのだからめっちゃそのクラスでのあれも強くなるし、先生ともめっちゃインタラクトする、スペインは基本何も終わり終わりおいで、はい終わりでも私は、うん多分カトリックの学校だったから、うんうんそういうそのカトリックの1週間みたいなのはあった。1週間の間授業がちょっと短くなって、休み時間が長くなって、スポーツ大会みたいなのがそのうん休み時間に行われて、クラスごとうんうんで出たい人は出れた。であったのはでもサッカーとバスケとうんうん綱引きっていうの、綱引きあるんや。でもそれはめちゃ珍しいと思う、スペインでは。だからその1週間のイベントぐらいなんかカタルーニャ、バルセロナがある地域にはサンジョルディっていう日があるのね。それが4月23日、うんでそれが日本でのちょっとバレンタインみたいなやつ、うんなんだけど、そのイベントはもうカタルーニャ自体ですごく大きいイベントで、うん男子が女子にバラをあげて、女子は男子に本をあげるなんだけど、うんこれは大体カップルの中ね。それな。でも友達同士にバラを渡したりすることもあるんだけど、うんそうで街の中でももうその日だけはそれがあって、コーラス、学校にコーラスがあったんだけど、コーラスが歌ったり、うんうんそういうちょっといろんなアクティビティがあったけど、それは1日だけで、うんクラスの人たちとやることじゃないから、そうだから一つのクラスでめっちゃ頑張ってなんかやろうってはあんまりない。面白い。やっぱ日本ってなんかちょっと独特やんな。ちょっとじゃないし、私も日本での高校に行ってみたかった。ねえ。ちょっと待って、何もない？こんなことある？はい、ということで今日はその日本とスペインの高校の大体の制度とかスケジュールの違いについて話したんですけど、もう高校のことはね話すことがいっぱいありすぎるので、これからもどんどんいろんなことについてシェアしていきたいと思います。で特にそのスペインと日本の高校の違いで知りたいことがある人はコメントしてください。Pues hoy hasta aquí. Adiós. Adiós.